はい、それでは、ポーティング MLBC フォーダ SNS 過去スーパーファミコンというところで、発表を始めさせていただきます。はい。はい、ありがとうございます。それではまず自己紹介させてください。モンテッドリー株式会社で、ソフトウェアエンジニアとして働いている江草亮太と申します。普段はソフトウェアエンジニアとして、ソフトウェアの内部品質を高めるために、モンテッドリーのウェブアプリケーションのいろいろなところをリアーキテクチャしたりといった、仕事をしています。これはちょっと宣伝なのですが、モンテッドリーは Ruby 会議のスポンサーブースを出していて、アンケートに回答していただいた方に技術書などを配布しています。Ruby 会議も残り時間少なくなってきていますが、ぜひスポンサーブースにも立ち寄っていただけると嬉しいです。この発表で使う予定の、スーパーファミコンの実機も展示しています。ぜひ遊んでいただけると嬉しいです。はい、この発表では MLBC という小メモリなマイコンでの実行を想定した軽量な MLB ランタイムをスーパーファミコンで動かす話をします。まずは、スーパーファミコンのハードウェアの概要を含めて MLBC を使ってどのようにスーパーファミコンのゲーム開発を行うか説明します。その後、MLBC をどのようにスーパーファミコンへ移植したか、ご紹介していきます。タイトルでは SNS と書いていますが、これは日本ではスーパーファミコンという名前で発売されていました。CPU は 65C8165 間の16ビットのプロセッサーが載っています。クロックは 1.79MHz から 3.58MHz で、周波数はメモリの速度に依存しています。また、このアーキテクチャの特徴として、乗算・序算は命令セットになく、高プロセッサーを使うかソフトウェアで実装する必要がありました。ダブルラムは 128KB で、グラフィック用の VRAM は 64KB あります。それでは、なぜ今スーパーファミコンで MLBC を動かすのでしょうか。今回の取り組みは Ruby 会議2022で、横尾さんのメガドライブ上で MLBC を動かす発表を聞いたことがきっかけです。僕自身はそれ以前から趣味でスーパーファミコンのソフトウェア開発をしていました。最近、2023年頃から OSS の 65C816 向けの C コンパイラーが登場して、一部で、よく開発されるようになり、今回移植にチャレンジしてみることにしました。さて、ここからはスーファミの画面出力について紹介していきます。スーファミでは PPU、Picture Processing Unit が画面を出力します。最近のゲーム機や PC だとプログラマブルシェーダーといった技術があり、GPU 上で動くレンダリング処理をプログラム可能ですが、PPU は固定のパイプラインとなっています。PPU のレジスタや VRAM に画面出力に必要なデータや設定値を書き込んでおくと、PPU が NTSC などの信号のタイミングで映像を出力します。スーファミの画面出力に必要な概念として、まず BG と、スプライトがあります。図のようにいくつかの BG とスプライトを重ね合わせることで、一つの画面を作ります。この図だとタコみたいなキャラクターだけがスプライトで、他は BG として描画されています。BG はタイルマップと呼ばれるものから構成されています。これは VRAM 上の 8×8 の画像やカラーパレットへの参照を持っています。利用可能な BG の枚数やタイルマップあたりの色数は BG モードという描画モードの設定によって変わります。BG の枚数は1から4枚、タイルあたりの色数は4から256色です。基本的には BG の枚数が多いほど使える色数が少なくなります。ゲーム中に表示されている動き回るキャラクターなどの描画にはスプライトが使われていることが多いです。スプライトは個別に表示位置や表示する画像などを設定できるなど細かな制御が可能です。すべてをスプライトで描画すればいいわけではなく、例えば固定の大きな画像をスクロールするだけの背景は BG としてまとめてスクロールした方が効率が良いわけです。このように BG とスプライトの使い分けが行われています。
そして画面出力を行うには映像信号のタイミングの理解も重要です。インターレースという仕組みがあったりするので、厳密ではないのですが、ここに簡易的な図を用意しました。今回は北米や日本などで使われている NTSC という映像信号を出力する場合で説明します。CRT モニターは電子ビームを左上から右下まで図のように1行ずつ操作して、画像を出力します。これらの各行をスキャンラインと呼びます。この CRT モニターと映像信号の使用、PPU の動作は密接に関わってくるわけです。この CRT モニ、失礼します。図のように電子ビームと、画面右下まで、電子ビームが画面右下まで操作すると、電子ビームをまた左上まで戻す必要があります。この時間のために設けられた有効な映像信号を含まない区間を V ブランクと呼びます。同様に各スキャンラインで右から左まで戻るために設けられた区間を H ブランクと呼びます。スキャンラインは全部で262本あり、そのうち37本が V ブランクです。PPU が映像信号を出力しているときに VRAM を書き換えたりすると画面がちらつくため、基本的には CPU は V ブランクや H ブランクなどの短い時間の間に VRAM などの変更を行います。つまりここで言いたいこととしては、画面出力にはタイミングの制限があるということです。さて、いよいよ MLBC でスーファミのゲームを実装していく方法を紹介します。この Ruby のコードは実際にスーファミで動くものになっています。一番下の snes.waitForVBlank メソッドを呼ぶと、先ほど紹介した VBlank の開始を待ちます。このメソッドを使って、Ruby で垂直同期をやっていくというわけですね。真ん中の、コメントになっているゲームルーチンという部分で、実際のゲーム処理を書いていきます。ここで PPU のレジスタや VRAM の変更も行います。次は BG やスプライトを制御する例を紹介します。一番上の、bg.scroll、メソッドを呼ぶことで、この例だと、第一引数に渡した 1、bg1 のスクロール1を制御することになります。下の OAM セットというコードがあるんですが、OAM はオブジェクトアトリビュートメモリの略で、スプライトを制御するためのメモリの名前になっています。これも同様に0番目のスプライトの表示位置などを制御しています。さて、ここからは MLBC の移植のプロセスについて話していきます。MLBC 自体は C 言語で実装されているため、まずは C コンパイラーを用意します。65C816 という CPU 向けの C コンパイラーには大きく2種類あります。まず PVSANSLib というものがありまして、これは OSS でコンパイラーなどのツール群やスーファミの IO をラップしたライブラリを含んでいます。WDC ツールズは 65C816 を開発したウエスタンデザインセンターという会社が公式に配布している C コンパイラーなどのツール群です。ソースコードは公開されていません。また、古いツールなどで仕方ないのですが、C99 をサポートしていません。なお MLBC は C99 サポートしていないコンパイラーだとコンパイルできません。どちらのコンパイラーにも言えることなんですが、MLBC ぐらいの大きさのプログラムをコンパイルするだけでも、結構コンパイラーのバグを踏んでしまうことになるので、今回の移植作業においてはコンパイラーのデバッグっていうのも非常に重要になってきます。今回は PVSNSLib の方の新コンパイラーリンカーを使っていきます。ここで 65C816 アーキテクチャの特徴を一つ紹介します。65C816 のレジスタは16ビットなんですが、アドレス空間は24ビットあります。この24ビットアドレスのうち上位8ビットのことをバンクアドレスと呼びます。例えば 65C816 アセンブリで LDA8000 のようにオペランドに16ビットのアドレスを即値として指定すると、
データバンクレジスタというレジスタに入っている値をバンクアドレスとして、暗黙的に指定してメモリから値を読み込みます。今度は下の例のように LDA7E8000 のように24ビットアドレスを指定すると、そのままアドレスから値を読み込みます。即値ではなくメモリ上に保存されているアドレスを使うときも同様で、16ビットアドレスと24ビットアドレスを明確に区別します。このようなアドレスの長さの違いを C でどのように扱うかは、あまり自明ではないと思います。16ビットアドレスを24ビットアドレスの代わりにうまく使うことで、メモリ使用量を節約するといった最適化も一応可能になっています。今回使う C コンパイラではそのような最適化は、一定諦めています。C のポインターのサイズはすべて32ビットです。実際にはこのうち24ビットが使われています。C のグローバル変数はすべて同一のデータバンクに配置し、アクセス時には16ビットのアドレッシングモードを使います。関数呼び出しはすべて24ビットのアドレッシングモードが使われています。アドレッシングモードによってスタックに積まれるリターン先のアドレスのサイズも16ビットと24ビットで変わってきてしまい、関数リターンの方法も変わってきてしまいます。関数呼び出しのアドレッシングモードを統一しておくことで、コンパイラーの実装なども、コンパイラーやリンカーの実装なども簡単になるっていうことですね。次は MLBC 自体の春の話をします。MLBC には複数のプログラムを並行に実行するためのスケジューラーと呼ばれる実装が、存在していますが、今回は使わないので一旦コンパイルしないように消します。そうすると、本当に実装が必要な春は、春ライトという関数一つだけになります。春ライトは指定したファイルディスクリプターにバイト列を書き込む関数です。Ruby のプリント関数なんかでも、内部的に使われています。といっても、スーパーファミコンで使うことになりますので、出力先が、特になく、メモリ上に出力する以外特にないので、デバッグが使えるように今回スライドに映っている例のように、HelloWriteBuff という、グローバル変数に、値をすべて書き込むような実装にしておきます。ここまでで移植のプロセスを紹介してきましたが、スーファミ上で動くプログラムをどのようにデバッグするのでしょうか。特に今回は C コンパイラーの上顎を踏むことが多かったため、デバッグには非常に苦労しました。スーファミにはテキストを出力できるコンソールのようなものは存在しません。デバッグ用に画面に何か出力しようにも PPU の状態がおかしくなっていると特に何も出力できないということがよくあります。このため基本的にはエミュレーター上でデバッグをしていくことになります。この方なら先ほど実装したHelloWrite関数の書き込み先のグローバル変数のメモリを直接見たりしてデバッグ出力を確認したりといったことが可能になります。後ほど少し触れますが、実機のみで再現するバグのデバッグはすごく難しいです。スーファミのエミュレーターはこのように多く存在するのですが、僕はメセン2という OSS のエミュレーターをよく使っています。これはすごくデバッグの機能が充実していて、例えば特定のメモリアドレスへの読み書きにトリガーしてブレイクポイントを打ったりといったようなことができます。この機能は予期せぬ場所のメモリが書き換わってしまうようなバグの調査にはとても便利になっています。また C ではなく 654-816のアセンブリーレベルではあるんですが、ステップ実行なんかもできます。コンパイラーがバグっている場合、症状としてよくメモリが破壊されるため、エミュレーターなどを使ってメモリダンプを読むことも重要になってきます。ここにスライドに映っている MRBC バリューというストラクトは MLBC 内部での変数の表現です。下の setIntReturn っていうようなコードはオブジェクト ID メソッドの実装になるんですが、このように MLBC ではオブジェクト ID がそのまま MRBC バリューの中身に入っているインスタンスのメモリ上のアドレスなどになるので、この性質を知っておくとデバッグに非常に役に立ちます。
一方、エミュレーター上では再現しにくいバグも存在します。例えば、ROM のフォーマットの間違いであったり、ハードウェアが絡むタイミングの問題はそれにあたります。タイミングの問題とは、具体的にどういうことなのか例を一つ挙げると、例えば、パッド、コントローラーですね。コントローラーの状態の読み取りっていうのは V プランクが開始されてからしばらくすると可能になるんですが、エミュレーターの実装によっては V プランク開始直後でも読めたりすることができます。大抵のエミュレーターは実機で動くゲームをエミュレーターでも正しく動作するようにすることを目指して実装されていて、逆はあまり想定していないと思うので、このようなことがよく発生します。解決策としては、まず実機の再現度が高いとされる他のエミュレーターのような、まず複数のエミュレーターを使って、問題が再現するかどうかを試してみます。実はこれで大抵の問題は解決してしまいます。また、コントローラーポートの一つのピンがプラグマブル IO ピンと呼ばれ、任意のデジタル信号を出力できるようになっているので、これを使ってデバッグする方法もあると思います。私はデバッグ用には使ったことはありませんが、誰かちょっと試してみてほしいです。はい。ここまでで一旦 MLBC が実機で動作する状態になったのですが、BGU1 枚をスクロールするだけのシンプルなプログラムでも 8fps しか出ないというパフォーマンスの問題に直面しました。この状態から特殊チップの活用や簡単な C コンパイラーの最適化などによって、スーファミ上で MLBC の実行速度を3倍近く高速化することに成功しています。今回は特殊チップにコンパイラーや MLBC を移植していった話を、していこうと思います。特殊チップはゲームカセット内に実装されていることがあり、スーファミ本体に代わってグラフィックの処理などを行います。例えば、よく知られているスーパー FX チップは 2D や 3D のグラフィックに関する処理を行います。ST018 という少し面白いチップもあって、これは ARM の32ビットプロセッサーになっています。このチップは早指し2段森田将棋2というゲームにのみ搭載され、将棋 AI の計算に使われていました。今回は SA1 というチップを使います。このチップも当時のゲームカセットでよく使われていました。このチップは本体と同じ 654-816 アーキテクチャになっています。一方、バイナリ互換はありませんし、PBSNSLib は SA1 をサポートしていませんが、コンパイラーの修正もほとんど必要なく、移植は簡単です。また、IRAM という 2KB のメモリと BWRAM という 128KB のメモリもカセット内に付随しています。SA1 と区別するために、スーファミ本体に搭載されている CPU のことを、これからは SCPU と呼ぶことにします。SA1 は SCPU と違って直接 PPU などのレジスタにアクセスできませんし、SA1 と SCPU から見たメモリマッピングも、それぞれ異なっています。これは SA1 や SCPU などの関係を表した図です。ゲームのカセット内に SA1 や RAM、ROM などが搭載されています。SCPU からは ROM と同じように IRAM や BWRAM へアクセスできるような構造になっています。これは SA1 から見たメモリマッピングを表した図です。横軸がバンクアドレス、つまり上位8ビットのアドレスを表していて、縦軸が下位16ビットのアドレスを表しています。SCPU では 7E バンクから 7F バンクに WRAM がマッピングされているのですが、SA1 ではこのマッピングはありません。PPU などを制御するレジスタもマッピングされていません。0番からマッピングされている IRAM は BWRAM の2倍高速です。今回はスタックとして使っていきます。3000番から始まる IRAM は0番からマッピングされていると IRAM と全く同じ内容になっています。SCPU でも3000番から IRAM にマッピングされているので、3000番から始まるアドレスはメモリ共有に便利になっています。
ここまでの話を前提として SA1 への移植を行っていきます。まず SA1 の ROM ヘッダーを SA1 用に ROM のヘッダーを修正していきます。ROM のヘッダーにはカセット内の特殊チップの種類や RAM のサイズなどが記述されていて、今回はこの特殊チップの種類とRAM のサイズが記述されている領域について適切に値を設定していきます。これが正しくないとエミュレーターでは動くのに実機だけでは動かないというようなことがよく起きるので、やることとしては単純なんですが、すごくハマるポイントになっています。SA1 では PPU などを直接触れないので SCPU に一部の処理を移譲する必要があります。今回は CallSCPU という関数 C の関数を用意しました。この関数は SCPU で実行したい関数の関数ポインター、引数のサイズ、引数を可延長引数として受け取ります。SCPU 側ではこの関数が呼ばれたかどうかをポーリングして、引数に渡されたターゲットファンクを呼び出す処理をやっていきます。CallSCPU が呼ばれると SCPU はターゲットファンクへの引数を共有メモリから自身のスタックへコピーします。その後、コピーした引数をそのまま使って SCPU やターゲットファンクを呼び出します。このように SCPU と SA1 はかなり独立して並列に動作可能になっています。一方、スーファミがリセットされたとき、SCPU はROM のリセットベクターからプログラムを実行開始しますが、SA1 はこの時点ではまだ有効になっていません。SA1 を起動するには、まず SA1 のリセットベクターをセットします。このコードの例で STA2203 ってなっているところがそれにあたります。その後 SA1 のコントロール用のレジスタをセットすると SA1 はリセットベクターからプログラムをようやく実行し始めます。この ST02200 っていうところがそれにあたっています。SA1 がリセットされたら SCPU と同じように C のグローバル変数などを初期化し、SA1 のメイン関数になる SA1 メインを呼び出して、その後その中で MLBC の VM を起動していきます。はい、それでは実は沖縄にスーパーファミコンを持ってきていて、ここにスーパーファミコンがあるので、はい、これからちょっとデモをしていきたいなと思います。はい、これちょっとスライドに映ってるんですが、ここにあるスーパーファミコンの実機の映像を、ここの画面に映しています。はい。で、ちょっとシビアですね。はい。こんな感じで、真ん中のタコみたいなキャラクターだけがスプライトで描画されていて、2枚の BG をいい感じにスクロールするっていうような感じのゲームになってます。もちろんこのゲームのロジックっていうのは、Ruby で実装されています。はい。本当はちょっと効果音とかもつけたかったんですが、Ruby 会議当日までにバグが取れなかったので、残念ながらちょっと音はなしになっています。あと、そうですね、見えるかわかんないんですけど、画面がちらついているかなと思うんですが、これは最初に紹介した、V ブランク期間中に描画処理が終わらないことが、原因になっています。はい、ありがとうございます。はい、それでは今後の課題の話をしていきます。デモの画面もかなり、ちょっとカクカクしていたりだとか、あと V ブランク中に描画処理が終わらないみたいな問題があったと思うんですが、やはりパフォーマンスの問題っていうのはまだまだ残されています。現在使っている C コンパイラーは TinyC コンパイラーというものがベースになっていて、これはコードをほとんど最適化しません。このため、今後は、きちんと、最適化ができるコンパイラーの開発が必要になってきます。また、コンパイラーの最適化の次のステップになっていくと思うんですが、高速な IRAM をもっと活用するような最適化をしたりだとか、
MLBC 上のオブジェクトで DMA と呼ばれる技術をサポートするといった方法も考えられます。DMA について少し触れておくと、DMA は、CPU を介さずに、メモリからメモリの値をコピーをするっていうような、機能になっていて、例えばスーファミ上のメモリから、VRAM へ、画像をコピーしたいっていうようなことができます。これらのパフォーマンスの問題を解決して、最終的には SA1 という特殊チップなしで MLBC が動作できるようになるとすごく良いのかなと思っています。SA1 がカセットの中入っているんですが、このカセットっていうのは少し普通のカセットより高額になったりしていて、MLBC をスーファミ上で動かすハードルが少しだけ高くなってしまっています。こういった事情もあり、できるだけ特殊チップを使わないということは、一定重要なのかなと思っています。まとめると、MLBC がある程度スーファミ上で動作するようになりましたが、まだまだ 65C816 向けの C コンパイラーには安定性とパフォーマンス面での改善の余地があり、課題が残されています。今はまだスーファミ上で MLBC を動かすには特殊チップを使うといったハックが必要で、これのせいで少し実機で動かすハードルが高くなっています。今回紹介した MLBC のスーファミ移植版はこの URL で公開しています。もしよかったら見ていただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。